不動産屋さんの階段です。事故物件というと、一軒家やアパートマンションなどの集合住宅のことを思い浮かべますが、学校や会社の寮でも事故物件は存在しますよね。さて、これは私の大学時代の友人からいただいた彼女の娘婿さんの体験談です。その娘婿さんを仮に和也さんとお呼びします。それは和也さんがまだ大学生の頃で、その大学の寮にいた時の出来事です。和也さんは優秀で、その大学も地方の国立大学でした。ですから場所を特定してしまうと、どこの大学かすぐ分かってしまうので、ある大学寮の話としておきます。和也さんは実家が遠いため、その大学の男子寮に入りました。その寮は古い建物で、共同の玄関を開けるたびにガラガラという大きな音がするし、壁が薄いせいか廊下は物音が響き、昼間でも薄暗かったそうで、決して住み心地が良い方というわけではありませんでした。でも寮費も安く、大学に隣接していてとても便利だったので、みんな多少のことは我慢できたそうです。そしてしばらく経ってからです。現役の寮長が卒業して大学を去るので、たまたま推薦されて和也さんが寮長をすることになりました。そこで前の寮長から引き継ぎで、和也さんは清掃管理、怪我病気の緊急処置などなどの寮長の仕事の説明を受けたのですが、ただ一つだけ奇妙な引き継ぎがありました。それは先輩寮長がティッシュボックスぐらいの大きさの骨董品のような古びた木の箱を持ってきたのです。そしてこれは常に寮長が保管しなくてはならない大事な箱だから、これから歴代の寮長だけが知り得て、決して他の学生に話してはいけないことを教えるからと意味深なことを言い出しました。和也さんは先輩の真剣な様子に少し身構えたそうです。すると先輩はその箱と一緒に先がこの字型の古い鍵を見せて、この箱は今鍵がかかっているが、常に鍵をかけておき、決して開けないこと、そして誰の目にも触れないように自分の部屋のどこかに隠しておくといい。そう言って箱と鍵をいきなり和也さんにポンと手渡しました。箱を受け取った瞬間、和也さんはなぜか背中がざわっとしたそうです。妙に軽く感じたのですが、確かに何かが密かに入っている感触はありました。そして先輩は続けて、でも一つだけ例外で、この箱を開けることができる時があるんだ。それはこれからこの寮の寮長として長くここに住むわけだけど、もしここで非日常的な不可解なことが起きて耐えられない場合は、この箱を躊躇せずに開けること。箱を開ければ全てがわかるから、そう言いました。和也さんは訳が分からず困惑した顔をしていると、その先輩は、実はこの箱のことは歴代の寮長しか知らないことで、ずっと秘密裏に受け継がれてきているんだよ。だから君が寮長を辞めるとき、次の人にちゃんと同じ説明をして引き継いでくれ。それだけは絶対忘れないように。それじゃああとはよろしく頼むね。そう言って手を振ってそそくさと行こうとしました。そこで和也さんは、待ってください先輩。もし自分が次の人にこの箱を引き継ぐのを忘れたらどうなるんですかと慌てて聞くと、それはないよ。君は絶対忘れない。とまた最後に意味深なことを言いながら去っていきました。和也さんは少しあっけに取られていました。先輩の言う非日常的な不可解のこととはどういうことだろうと箱を抱えてずっと考えていました。まさか幽霊でも出るのだろうか。そう思うとふとあることを思い出したそうです。この大学は国立ですから、寮にも優秀な学生が集まる反面、
真面目ゆえに自分を追い詰めてしまい、寮の部屋で自ら命を絶つ人も結構いたのです。その中には和也さんが知っていた学生もいました。ですから確かにあまり縁起が良い寮とは言えませんでした。全く寮長なんかになったせいで君の悪いものを引き継いでしまったと和也さんは少し後悔したそうです。でもそんな不安とは裏腹に寮では何事もなく和也さんの大学生活は順調でした。そして寮長になってから最初の夏休みを迎えたそうです。大学の夏休みは長いですから学生のほとんどがその間は帰省しますが、寮に入っている寮生も和也さんを除いて全員が故郷に帰ってしまいました。ですから寮には和也さん一人きりでした。田舎に帰ってもよかったのですが、その頃母親と折り合いが良くなく顔を合わせたくなかったので、その夏休みはバイトなどをしながら寮で一人過ごすことにしたそうです。さて、夏休み最初の1週間は特段何もありませんでした。ただ誰もいない寮内は物音一つなくてとても静かで奇妙に感じるくらいでした。そして2週間目、和也さんがそんな静けさにも慣れた頃でした。夜も更け、和也さんがそろそろ寝ようかなというくらいの時だったそうです。突然廊下からスタスタスタと誰かが歩く足音が聞こえてきました。和也さんはすぐ寮生の誰かが予定を変えて戻ってきたのかなと思いました。でもあれ変だな。建物の玄関の扉を開けるいつものガラガラという音は聞こえなかったなと思いました。するとまたスタスタスタという足音が聞こえてきました。でも近づいてくるわけでもなく、部屋に入る様子もなかったので、何してんだろうと妙に思いました。それはしばらく一箇所から聞こえてきました。和也さんはふと聞き慣れない足音だなと思い、寮生の足音にしてはなんとなく不自然に感じました。変質者の侵入かと少し不安になってきましたが、そうこうするうちに足音はなくなったので、和也さんはほっとしました。朝になるといつもの穏やかな寮でした。念のため各部屋を見回ってみると、誰も戻った様子はありませんでした。和也さんは少し腑に落ちませんでしたが、バイトに行くと昨夜のことは次第に忘れていきました。ところがその日の夜のこと、また同じくらいの時刻に再びスタスタスタというあの足音が始まりました。和也さんがまた聞こえると不可解に思うと、どうやら廊下をその足音は動き回っているようでした。それもそわそわと何かを探している感じがしました。和也さんの部屋の近くまで来る様子はなかったのですが、さすがに怖くなり、和也さんは足音が鳴りやむまで気になって眠れませんでした。すると結局またいつの間にか足音は聞こえなくなったそうです。そこでその次の日、和也さんは連日の足音がとにかく気味悪く不可解だったので、寮の玄関の戸締まりもしっかりして絶対部外者が入れないことを確認し、夜に備えました。ところがその夜は少し違ったそうです。深夜近くになっても足音がしないので、和也さんは安心しました。そしてほっとしてうつらうつらしていると、いきなりギーバタンと誰かがどこかの部屋のドアを開けて閉める音がしました。和也さんははっと我に返って耳を傾けると、またギーパタンとドアの開閉音がしました。今度こそ本当に寮生の誰かが帰ってきたのかと一瞬思いましたが、いや、そんなわけはないのです。鍵がかかっている玄関を開けなければ寮の中には入れません。和也さんはその時初めて
これがあの先輩の言う非日常的な不可解なことなのかと分かりました。それが分かると和也さんの背筋に冷たい汗が流れていきました。すると突然和也さんの部屋の前の廊下でもごもごと誰かの話す声が聞こえてきました。和也さんは恐怖で芯から震え上がったそうです。そしてこれは生きている人ではないと分かりました。ドア一枚を隔てた向こう側には間違いなく誰かがいる強い気配がしています。それはどうやら和也さんに話しかけているようで、実際何を言っているかは分からなかったのですが、入れてくれとか開けてくれと言っているように感じました。ああ、どうしたらいいんだ。今得体の知れないものが自分の部屋に入ってこようとしている。と和也さんはパニックになりかけました。するとその時、あ、そうだとあの箱のことを急に思い出したそうです。あの先輩がもし非日常的な不可解なことが起きて困ったら躊躇なくこの箱を開けろと言って和也さんに渡したあの古い木の箱のことを思い出したのです。今こそ箱を開ける時だと和也さんは急いでしまってあったクローゼットを開けて奥からその箱と鍵を取り出しました。そして震える手で箱に鍵を挿して回すとカチャッと軽い音がして箱が開いたそうです。そっと蓋を開けて箱の中に入っているものを見ると和也さんは愕然としました。その中には奇妙な漢字に似た読めない字が書いてある魔除けの札のようなものとお経か呪文のような言葉が書いてある紙、そして一枚の和紙に数人の名前が書いてあるものが畳んで入っていました。でも和也さんは瞬時に理解したそうです。今この魔除けの札のようなものをドアの向こう側にいる者に向けながら別の紙に書いてある呪文のような言葉を唱え悪霊を払えということだと思いました。恐怖が頂点の和也さんはもう間違っているかどうかも考えずすぐに思った通りの行動をしました。紙の中に書いてあることは運よく読むことができたそうで必死でその呪文のような言葉を何回も何回も唱えたそうです。するとだんだんドアの向こうの話し声が小さくなっていく感じがしました。そしてしばらくすると和也さんはドアの向こうの得体の知れないものがスーッと消え失せた感じがしました。そして部屋は霧が晴れたようになりさっきまでのことが嘘のように明るく感じました。ドアを開けて確認するのはさすがに無理でしたが和也さんはほっとため息をついてしばらく放心状態でじっとしていたそうです。するとあれ、そういえばと和也さんは急に気がつきました。そういえばもう一つ数名の名前が書いてある紙が箱に入っていたなと思い出したのです。その紙を開いて見直すと何人かの男性の名前が書いてあったのですが、これらの人は誰だろう。そもそもこの紙は悪霊を払うことと何の関係があったのだろうと不思議に思いました。でも次の瞬間和也さんは再び全身震え上がったそうです。その書いてある名前の一人を和也さんは知っていたのです。それはこの寮の部屋で命を絶った学生の一人で、たまたま和也さんはその人だけ寮で亡くなったことを知っていたのです。ということはここに書かれてある数人の名前の主はこの寮で自ら命を絶った人たちではないだろうか。和也さんに戦慄が走りました。まさかあの怪奇現象の原因は過去にこの寮で亡くなった彼らが引き起こしているのだろうかと思いました。そしてその後こっそり調べてみるとやはり寮で自殺
を図った人たちの名前だったそうです。それが分かった時、和也さんは確信しました。この寮ではここで命を絶った学生たちが自爆霊となって寮の中をさまよっているということでした。きっと歴代の寮長も自分と同じ体験をして同じように箱を開けて悪霊を退散させてきたという歴史があるのだろうと思いました。でもこのことは誰にも言えない秘密なために和也さんはそれを確認することはできなかったということでした。もしあの夜うまく霊を払えなかったら和也さんも取りつかれて不本意に自ら命を絶ってしまい、彼らと一緒にあの世に行く運命だったのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。